皆さんこんにちは。竹チューバーの竹虎4代目です。今日はね、ちょっとまた面白い買い物かごが出来上がってきました。今、スクエアバスケットといってね、こういった四つ目編みの衣装かごとか、書類かご、それから小物入れみたいなものたくさんですね、虎だけで作ってるんですが、それにちょっとこう似たね、同じような編み目でもっとざっくりと編んで、しかもですね、硬いんですよ。結構ね、硬めに編み込んだ買い物かごです。持ち手がですね、こういう風にペタッとなりますんでね、マガジンラックとかにももしかしてぴったりかもしれないですね。丈夫なですね、力だけが入ってて、とにかく本当丈夫なんですよね。今またですね、レジ袋が有料化になったということで、こういった買い物かごっていうのは結構注目されてるんですが、結構こういったのね、お買い物にいいかもしれないですね。この4つ目のタイプはですね、横長タイプと縦長タイプ。一番傷みやすいのはやっぱカゴっていうのはこの角なんですよ。そこの角部分。こういったところも非常に丁寧に作られているので、かなりその完成度の高いカゴじゃないかなと思います。これもね、こういう風に折りたたんで、ちょっとこう置いて使うと、新聞とか入れたりね、小物入れにもなる。なかなか秀逸な買い物かごが出来上がったんじゃないかなと。もうちょっとこんな感じです。ただですね、ちょっとよく言えば、もうちょっとその編み目に変化をつけて、もうちょっと面白いバッグになるんじゃないかなと今思ってね、次作るタイプはちょっとそういったやつも挑戦してみたいかなと思ったりもしています。手がこうけど曲がるのは本当いいですね。で、それと最後もう一個がですね、これです。普通のこういった楕円形、わかりますかね。こういった楕円形で、これは塔を持ちてですね、しかもこの塔もこうぴったりこう折り曲がるので、お部屋の中でね、気軽にこう使ったりもできる。野菜入れとか。うちは自宅ではね、こういったカゴ、野菜カゴなんかにも結構使ってるんですが、そういった形でも使えそうですね。こんな感じですかね。粗めなので、結構弱いかなと思われるんですが、結構強いです。これ肥後を結構厚めに取っててね、肥後がね、2枚剥ぎなんですよ。で、結構こう、しなやかさもあり、強さもあり、力だけもまた大迫力ですね。こんな厚い、幅の広い力だけが、1、2、3と、3本も入ってますよ。これまた丈夫ですね。こういった感覚の透かし編みの4つ目のカゴっていうのは今までなかなかなかったんでね、結構おしゃれで新鮮な感じがしますね。ちょっと下の方だけちょっとこう編み目を変えるとかね、そんな風にしてもちょっとかっこいいかもしれないですね。いずれにせよですね、この楕円形というのが女性の方に結構人気なんでね、こういったのに結構お問い合わせが多いんじゃないかなと思ったりしてます。今回はですね、こういった4つ目の横長タイプ、縦長タイプ、そして楕円形と、この3つのタイプをご紹介しましたよ。ノーパンプ、ノーライフ。